こんにちは。今回は日本の春について文化や暮らしの様子を交えながら詳しくご紹介します。日本人にとって春がどのような意味を持つ季節なのか一緒に見ていきましょう。冬の厳しい寒さが和らぐと人々の気持ちにも少しずつ変化が現れます。街路樹の新芽や柔らかな日差しが春の到来を静かに知らせてくれるのです。3月は別れと旅立ちの季節として広く知られています。長い時間を共に過ごした仲間と離れ、それぞれが新しい未来へ向かって歩き始めます。卒業式の後には友人や先生と記念写真を撮る人が多く見られます。その一枚一枚には学校生活の思い出や感謝の気持ちが込められています。4月になると日本各地の学校で新学期が始まります。真新しい制服や教科書を手にした学生たちは新たな環境への期待を胸に抱いています。春は学生だけでなく社会人にとっても大きな節目となります。新入社員として働き始める人々は新しい責任と挑戦に向き合うことになります。職場では経験豊富な先輩たちが新人を支える役割を果たします。仕事を教えるだけでなく、職場の雰囲気に馴染めるよう気を配ることも少なくありません。進学や就職をきっかけに、新しい地域へ移り住む人も増えます。見慣れない街での生活は不安もありますが、新しい発見に満ちています。桜の開花が近づくと、人々は花見の計画を立て始めます。家族や友人と集まりながら春の景色を楽しむことは日本の代表的な風習の一つです。夜になると桜は昼間とは異なる表情を見せます。ライトアップされた花々は幻想的な雰囲気を生み出し、多くの人々を魅了します。桜の花びらが風に乗って舞う様子は、日本では特に美しい光景とされています。その儚さに人生の移ろいを重ねる人も少なくありません。歴史ある寺院や神社と桜の組み合わせは、日本らしい風景として親しまれています。伝統的な建築と春の花が調和し、独特の美しさを生み出します。梅の花は桜より早く咲くことが多く、春の前触れとして知られています。まだ冷たい空気の中で咲く姿には、力強さと気品が感じられます。ひな祭りは、女の子の健やかな成長を願う伝統行事です。家族は食事や飾り付けを通して子供の幸せを祝いながら過ごします。ひな人形には子供を災いから守ってほしいという願いが込められています。家族が集まって季節の行事を楽しむこともこの日の大切な特徴です。春になると市場には旬の野菜が数多く並び始めます。新鮮な食材を味わうことは日本人にとって季節の変化を感じる楽しみの一つです。桜餅や団子などの和菓子は春を象徴する食べ物として親しまれています。見た目の美しさだけでなく季節感を味わえることも魅力です。春はいちごの旬を迎える季節です。甘みと酸味のバランスが良くなり、多くの人がこの時期ならではの味わいを楽しみにしています。
春になると各地の農園でいちご狩りが行われます。自分で収穫した新鮮ないちごをその場で味わえるため、家族連れや観光客にも人気があります。暖かくなるにつれて、公園や河川敷で過ごす人が増えていきます。自然の中でゆったりとした時間を楽しめるのも春ならではの魅力です。春の休日には家族で出かけたり、友人と集まったりする機会が増えます。過ごしやすい気候が人と人との交流をより活発にしているのです。暖かい日差しの中では花の周りを舞う蝶々の姿も見られます。その軽やかな動きは春らしい穏やかな雰囲気を感じさせます。花が咲くとミツバチたちも活発に活動を始めます。蜜や花粉を集めながら飛び回る様子は、自然の営みの大切さを教えてくれます。春は新しい出会いが増えるため、人間関係にも変化が生まれます。学校や職場での偶然の出会いが、その後の人生につながることもあります。一方で、春は花粉の飛散量が増える季節でもあります。症状が重い人にとっては美しい季節でありながら注意が必要な時期でもあります。5月には空高く鯉のぼりが飾られ、風に揺れる姿が見られます。その風景には子供たちの健やかな成長への願いが込められています。ゴールデンウィークには長い休暇を利用して旅行へ出かける人が増えます。観光地には国内外から多くの人々が集まり、にぎわいを見せます。このように日本の春は自然の美しさだけでなく、新しい挑戦や出会いに満ちた季節です。多くの人々が希望を胸にそれぞれの新しい一歩を踏み出していきます。もう一度聞きます。次は繰り返してみましょう。冬の厳しい寒さが和らぐと、人々の気持ちにも少しずつ変化が現れます。街路樹の新芽や柔らかな日差しが春の到来を静かに知らせてくれるのです。3月は別れと旅立ちの季節として広く知られています。長い時間を共に過ごした仲間と離れ、それぞれが新しい未来へ向かって歩き始めます。卒業式の後には友人や先生と記念写真を撮る人が多く見られます。その一枚一枚には学校生活の思い出や感謝の気持ちが込められています。4月になると日本各地の学校で新学期が始まります。真新しい制服や教科書を手にした学生たちは新たな環境への期待を胸に抱いています。春は学生だけでなく社会人にとっても大きな節目となります。新入社員として働き始める人々は、新しい責任と挑戦に向き合うことになります。職場では、経験豊富な先輩たちが新人を支える役割を果たします。仕事を教えるだけでなく、職場の雰囲気に馴染めるよう気を配ることも少なくありません。進学や就職をきっかけに、新しい地域へ移り住む人も増えます。見慣れない街での生活は不安もありますが、新しい発見に満ちています。桜の開花が近づくと、人々は花見の計画を立て始めます。家族や友人と集まりながら、春の景色を楽しむことは
日本の代表的な風習の一つです。夜になると、桜は昼間とは異なる表情を見せます。ライトアップされた花々は幻想的な雰囲気を生み出し、多くの人々を魅了します。桜の花びらが風に乗って舞う様子は、日本では特に美しい光景とされています。その儚さに人生の移ろいを重ねる人も少なくありません。歴史ある寺院や神社と桜の組み合わせは、日本らしい風景として親しまれています。伝統的な建築と春の花が調和し、独特の美しさを生み出します。梅の花は桜より早く咲くことが多く、春の前触れとして知られています。まだ冷たい空気の中で咲く姿には、力強さと気品が感じられます。ひな祭りは、女の子の健やかな成長を願う伝統行事です。家族は食事や飾り付けを通して子供の幸せを祝いながら過ごします。ひな人形には子供を災いから守ってほしいという願いが込められています。家族が集まって季節の行事を楽しむこともこの日の大切な特徴です。春になると、市場には旬の野菜が数多く並び始めます。新鮮な食材を味わうことは、日本人にとって季節の変化を感じる楽しみの一つです。桜餅や団子などの和菓子は、春を象徴する食べ物として親しまれています。見た目の美しさだけでなく、季節感を味わえることも魅力です。春はいちごの旬を迎える季節です。甘みと酸味のバランスが良くなり、多くの人がこの時期ならではの味わいを楽しみにしています。春になると各地の農園でいちご狩りが行われます。自分で収穫した新鮮ないちごをその場で味わえるため、家族連れや観光客にも人気があります。暖かくなるにつれて、公園や河川敷で過ごす人が増えていきます。自然の中でゆったりとした時間を楽しめるのも春ならではの魅力です。春の休日には家族で出かけたり、友人と集まったりする機会が増えます。過ごしやすい気候が人と人との交流をより活発にしているのです。暖かい日差しの中では花の周りを舞う蝶々の姿も見られます。その軽やかな動きは春らしい穏やかな雰囲気を感じさせます。花が咲くとミツバチたちも活発に活動を始めます。蜜や花粉を集めながら飛び回る様子は、自然の営みの大切さを教えてくれます。春は新しい出会いが増えるため、人間関係にも変化が生まれます。学校や職場での偶然の出会いが、その後の人生につながることもあります。一方で、春は花粉の飛散量が増える季節でもあります。症状が重い人にとっては美しい季節でありながら注意が必要な時期でもあります。5月には空高く鯉のぼりが飾られ、風に揺れる姿が見られます。その風景には子供たちの健やかな成長への願いが込められています。ゴールデンウィークには長い休暇を利用して旅行へ出かける人が増えます。観光地には国内外から多くの人々が集まり、にぎわいを見せます。このように日本の春は自然の美しさだけでなく、新しい挑戦や出会いに満ちた季節です。多くの人々が
希望を胸に、それぞれの新しい一歩を踏み出していきます。